こんにちは。ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればフォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、人生は暇なくらいでちょうどいいというテーマでお話ししたいと思います。これを聞いて、いやいや、暇なんて退屈だし嫌だよと思う人もいるかもしれませんよね。ぶっちゃけ、僕も昔は全く同じように思っていました。スケジュール帳に予定が詰まっていないと、なんだか不安だったんです。常に何かをしていないといけないんじゃないか。もっと頑張らなきゃ、もっと成長しなきゃ、もっとたくさん稼がなきゃ置いていかれる。昔はそんなことばかりを考えて自分を追い込んでいました。会社員時代もそうでしたし、独立してフリーランスになってからもしばらくはそんな状態が続いていたんですよね。常に何かをして動いていないと心が落ち着かなかったんです。でも、生活コストを月11万円まで下げて豊かに暮らせるようになった最近は少し考え方が変わりました。むしろ僕たちの人生って暇なくらいでちょうどいいんじゃないかと思っています。なぜかというと、人生をガラリと変えるような本当に大切な気づきって、スケジュールがパンパンの時ではなく、暇な時間にしか生まれないからなんです。例えば、毎日仕事がものすごく忙しい時のことを想像してみてください。朝早く起きて、満員電車に乗って会社に行って、夜遅くまで一生懸命働いて帰ってきて、お風呂に入ってご飯を食べて疲れて寝る。そんな目まぐるしい毎日を繰り返していると、自分の心とじっくり向き合って考える余裕なんて物理的にありませんよね。目の前のタスクや仕事をこなすだけで、毎日の精一杯になってしまいます。もちろん、それが悪いわけではありませんし、頑張っているのは素晴らしいことです。でも、その余白のない状態がずっと何年も続いてしまうと、自分が本当は一体何をしたいのか、何のために生きているのかが完全にわからなくなってしまうんです。僕自身もまさにその負のスパイラルに陥っていました。昔は毎日辛くても会社に行くのが当たり前なんだ。身を削って働くのが当たり前なんだ。理不尽なことも我慢するのが大人の当たり前なんだ。そんな風に思考停止で思い込んでいたんですよね。でもある時、会社を辞めてレールから外れたことで、ぽっかりと暇な時間ができたんです。その暇な時間に別に何か特別なことをしたわけじゃありません。ただ部屋でぼんやりと外の景色を眺めながら過ごしていただけです。すると、心に余白ができたおかげで、いろいろな本音が心の中からふつふつと湧き上がってきたんですよね。ああ、やっぱり自分は組織で働く会社員には向いていなかったんだな、とか、もっと見栄を手放して少ないお金でも機嫌よく生きられるんじゃないかなとか、自分は誰かと競争して勝ちたいんじゃなくて、ただ穏やかに暮らしたいんだなとか、自分の本当の性質や進みたい方向性がいろんな角度から見えてきたんです。もしあの時、僕がずっと忙しいままで走り続けていたら、間違いなく今の月11万円の心地いい生活にはたどり着いていなかったと思います。実は最近もこれと全く同じようなハッとする体験がありました。先日仕事が大体終わってやることが特にない日にカフェでのんびり過ごしていたんです。スケジュールにも予定は何も入っていません。正直その時は今日の午後めちゃくちゃ暇やと思っていました。でもその暇と感じる時間の中で頭の中でいろんなことをゆっくりと考えたんです。辛かった昔のこと、地方都市の隅っこで暮らす今のこと、そしてこれからの未来のこと、誰にせかされるでもなく、気づけば自分の人生の歩みを静かに振り返っていました。そしてふと思ったんですよね。10年前のボロボロだった自分は、今のこの穏やかな生活を少しでも想像できていただろうかって、当時は毎日が本当にしんどかったですし、将来の希望なんて1ミリも見えませんでした。でも諦めずに生きていたら、世間のレースから降りたことで、少しずつ見える景色が変わっていきました。今では自分の好きな場所で心地よく仕事をして、本を書いて、YouTube のラジオを更新して、
完全に自分のペースで暮らしています。もちろん、今でも日々の中で悩みはありますし、将来への不安だってゼロではありません。でも、昔の自分が喉から手が出るほど欲しかった自由な時間や心の平和は気づけば大体手に入っていたんですよね。これもスケジュールが真っ白な暇な時間があったからこそ、しみじみと気づけたことです。もし毎日を生きるために必死で忙しくしていたら、多分この幸せに気づかないまま通り過ぎていたと思います。だから僕は最近、暇であることを悪いものだとは全く思わなくなりました。むしろ、暇というのは人生を豊かにするための最高の余白だと思っています。お気に入りの本をじっくり読むための余白、自分のこれからの生き方を考えるための余白、疲れたら一度立ち止まるための余白、そしてずれてしまった人生の軌道を優しく見直すための余白です。特に僕たちのような内向型や HSP の人は、この心の余白が何よりも大事なんじゃないかと思います。僕たちは外の世界の刺激が多すぎると、脳のメモリがすぐにパンクして疲れてしまいますからね。だからこそ、何もしない時間とか予定が何もない日、つまり暇な時間というものを罪悪感を持たずに意識的に作ってあげてもいいのかもしれません。世の中の空気を見ていると、毎日忙しく働いている人ほど偉いとか、予定が詰まっている人ほど充実しているみたいな風潮がありますよね。でも僕は世間からは一見すると暇そうに見える人の中にも自分の時間を 100% 楽しんで豊かに暮らしている人はたくさんいると思っています。そして最近の僕自身もそちら側の穏やかな世界に少しずつ近づいている気がして毎日がとても快適です。人生というのは予定を詰め込んで忙しくすればするほど豊かになるわけでは決してありません。あえて暇を作るからこそ初めて見えてくる美しい景色や自分の本当の声があるんです。もし今このラジオを聞いてくれている方の中で毎日頑張りすぎて息切れしそうだなという人がいたら、今日あるいは週末だけでもいいので少しだけ立ち止まって予定のない暇な時間を作ってみてください。もしかするとその何もない余白の中に今のあなたに本当に必要な大切な答えがポロッと落ちているかもしれませんよ。今日は人生は暇なくらいでちょうどいいというお話でした。ちなみに最近、田中クラブというコミュニティを作りました。人生は暇なくらいでちょうどいい。そんな話をしていたら、暇な人たちが集まる場所まで作ってしまいました。今のところ僕、体調が一番アクティブです。このままだと永遠に独り言を言い続けることになります。少ないお金で無理せず生きたい人、内向型や HSP の人、なんとなく今の生き方に違和感がある人、そんな人はよかったら遊びに来てください。読むだけの人も大歓迎です。初月無料に変更していますので、まずは雰囲気だけでも知ってほしいなと思っています。詳しくは概要欄を覗いてみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。ミニマリスト田中でした。バイバイ。